前回ご紹介した 3D を使ったお正月風デザインに合うデザインをですね、また5本の指でご紹介していきたいと思います。今回はオーロラミラーを使ったウェーブデザインでデザイン考えてみました。この 3D のお花、お正月風デザインをメインにですね、これに合う4本のデザインをご紹介していきたいと思います。お正月に人気のホワイトをメインにデザインしていきたいと思います。使っていくカラーは色ジェルの C の24番とグラデーションとかに使っていく柔らかいカラーをメインに使っていきます。使っていくカラーはこれだけで十分楽しんでいけます。それでは早速、まずは薬指親指にこの C の24番を塗っていきたいと思います。まずは、全体的にですね一層塗っていきますので、フラット筆を使っていただいて一層ですね塗っていってください。この白のカラーをベースに人気のオーロラミラーを上からですね全体的にやっていきますので、ベースのカラーだと思ってください。ベースのカラーをこんな風に柔らかい白を引いていくことによって、オーロラミラーがものすごく綺麗なパールのような感じに仕上がってきますので、下がですねほんの少し透ける程度で大丈夫ですので、一層ずつ引いていってください。柔らかいカラーに関しては筆を寝かせるようにですね塗っていただくと綺麗にムラなく塗っていけると思います。では続いて小指、人差し指も同じ、オーロラミラーにしていくんですが、後からやっていくミラーラインをウェーブ状にしていきたいと思いますので、ここもですねフレンチにしていくときにウェーブラインで描いていきます。ウェーブラインはフレンチ筆で描いていただくと綺麗に描いていけると思います。縦向きにですねまず筆を入れていただいて、こんな風に波を打つようにまずラインを描いていきます。縦向きに入っていただいて、だんだんと下に行くにつれて筆が倒れるようなイメージで描いていただくと、自然な波のような感じのラインになってくると思います。でラインを描いていただいたら、あとは均等にですねこんな風に塗っていってください。で同じように人差し指もやっていきます。このウェーブの、向きなんですけれども、均等にですね統一していただいてもいいと思いますし、せっかくなのでウェーブのラインをですね反対向きにしていただいてもいいと思います。私のサロンのお客様もいよいよ年末ということで、白のデザイン多くなってきました。白のカラーで楽しんでいただいたり、ラメで楽しんでいただいたりと、本当にそれぞれなんですけれども、いろいろな楽しみ方あると思います。今までご紹介したデザインをいろいろコラボして楽しんでいただくのもいいと思います。それでは早速、このサンシャインベビーオーロラパウダーというのをですね上からやっていきたいと思います。まずはノンワイプのトップジェルでですねベースに塗っていきたいと思います。小指、人差し指からやっていきますので、ここはですね先ほど描いたウェーブのこのフレンチの部分にだけですねミラーを塗っていってください。でこのミラーなんですけれども、今回4本すべてをですねこのミラーにしていきますので、4本いっぺんにノンワイプのトップジェルを塗って硬化してという風にやると、やっぱミラーのつき具合が時間差によって変わってきてしまいますので、1本か2本ずつぐらいでやっていただくといいです。今は結構ですねミラー用の専用のノンワイプトップジェルがあるみたいなんですけれども、やっぱり私もですね普段サロンで使用しているものも含めて、ノンワイプのトップジェルも種類によってつき具合がやっぱ若干変わってきますので、専用のものをお持ちの方は専用でやっていただくといいと思いますが、今回この色ジェルのノンワイプに関しては専用ではないので、硬化していただいたらすぐですねこんな風にミラーパウダーやっていただくといいと思います。硬化していただいてからしばらく時間を置いてしまうと、やっぱこすりつけた時にですねくっつきが悪くなってしまいますので、素早くやっていただくといいと思います。では同じようにですね薬指、親指にも全体的にミラーパウダーやっていきたいと思います。今オーロラミラーってすごく人気なんですけれども、私もまたちょっと違うオーロラミラーを購入してみたいなと思っているんですが、このオーロラミラーに関しては一応ちょっと前からですね持っているものなので、これを使っているんですが、これでも十分ですね白の上にこんな風にキラッキラにつくので、お持ちのオーロラパウダーでも十分だと思います。本当に白のカラーの上にやるとこんな風にオーロラミラー綺麗に輝くんですね。こんな感じのオーロラミラーだったらミラーといっても本当にメタルのようなきつい感じはないので、オフィスネイルでも楽しんでいけそうな感じがするんですけれども、
ちょっとこんな感じで輝きが強いなという時には、この上から一層ですね柔らかくした白を塗っていただいたりとか、あとはマット仕上げにしていただくともっと落ち着いた感じに仕上がってくると思います。はい、こんな感じです。これだけでもすごく素敵ですよね。では早速ここからですね、親指に関しては鬼ライナー、アート用の白のライナーを使ってアレンジ入れていきたいと思います。ライナー筆を使って、メインの中指にも描いていったウェーブライン、これしめ縄のようなちょっとお正月飾りのような感じのものをイメージしているんですけれども、メインの 3D のようにのところに入れていくことによって、お花のつるのようなイメージにもなりますし、今回はですねちょっとしめ縄飾りのようなイメージにもなりますので、お正月って結構ウェーブラインですねいろいろと使っていけると思いますので、いろんな部分にですねウェーブのラインとかを入れていただくのはありだと思います。波打つようなこのウェーブラインを入れるだけですごくちょっと和風っぽく仕上がってくるので、細いラインから太くという風に書いていただいたり、太いラインから細くという風に書いていただくのも本当にそれぞれでですね楽しんでいただくといいかなと思います。私はこんな風に斜めにですね太いラインからちょっとくねくねっとなるような、重なり合うような感じで2本ラインを入れてみました。そしてこのラインのところにですね、このホログリッターですねを少し入れ込んでいきます。メインの指にもこのホログリッター入れていったんですけれども、これももちろんですねちょっと梅の花のようなイメージにもできますし、あとは本当にお正月飾りのゴールドとかですね、こういったブロンズのようなカラーってお正月飾りにもありますので、そんなイメージで入れていただくのもいいと思います。そして後からさらにですねまたミラーライン入れ込んでいきますので、一旦こんな感じでトップジェルでコーティングしていきたいと思います。小指と人差し指に関してはフレンチをですねウェーブラインにしていきましたので、そのウェーブになっているこのフレンチの部分がカラーの分とあとミラーの分と厚みが出ている分ですね、根元のところにその分厚みを足していかないといけないので、このウェーブのところで段差ができないように光のラインですね注意してコーティングしてあげてください。先日お客様と年賀状の話をしていたんですけれども、お客様が今年はもうコロナのせいでずっとマスクをしていたから、この子供の写真とか全部マスクをした写真なんだよねと、だからなかなかいい写真が本当にないのというふうにおっしゃっていたんですけれども、確かに今年は本当に皆さんマスクをずっとしていたので、記念写真などの時にはマスクを取って一瞬でカシャッと撮ることはあったんですけれども、やっぱり自然の中で子供の写真を撮ったりする時ってやっぱマスクをしているので、そう思うと年賀状用の写真がなかなかないですよね。いいのか悪いのかというところですが、写真としてはちょっと残念ですよね。それでは形まで整えていただいたら、早速ですねミラーラインで楽しんでいきたいと思います。私のお気に入りのミラーセットまた登場です。ネイルタウンのアイシングジェル、そして色ジェルのライナー筆を使ってウェブラインですね入れ込んでいきたいと思います。少し太めでインパクトを出していきますので、できるだけたくさんの量ですねこのライナー筆に取ってください。これ何回アイシングジェルを取ろうとするときに思うんですけれども、なかなかやっぱり筆が柔らかすぎて塊が取れないんですよね。これをやるたびにやっぱり塊がちょっとうまく取れなくって毎回思うんですけれども、よくケーキとかを作るときにチョコペンってあると思うんですけれども、なんかそういう感じのスポイトというかチョコペンですね、そんな感じのアイシングジェルがあるとちょっと便利かななんて思ってしまいました。確かに筆だからこそ自然なラインを描いていけたりとか太さを調整したりすることもできるんですけれども、そういったチョコペン形式のものでも均等なラインが描いていけたりとか、太いラインを描いていく時とかには便利なのかななんて思いました。本当こんな風に使ってみるといろいろとこういうものがあるといいのになと思うものって結構ありますよね。それでは早速このミラースティックでですねミラーこすりつけていきたいと思います。最初スティックキャップを外していただくと、このスティックのところに結構たっぷりめにですねパウダーが乗っているので、私は必ずですねティッシュで少しちょんちょんと取っていただいてから
こういう風にですねこすりつけていきますので、それをすることによって周りに飛び散ることなくつけていくことができますので、最初少しですねティッシュでポンポンとやっていただくといいかなと思います。では続いて親指にもですね、先ほどこのウェーブのラインを入れ込んでいったんですけれども、同じようにここもですねミラーでも、ラインを入れていきたいと思います。ここでさらにですねゴールドのミラーラインを入れていくことによって、またさらにお正月っぽく仕上がってきますので、この白のラインとゴールドをミックスさせていただくのはもうお正月にもってこいだと思います。私のように親指がでかい方とか、あと他の指もですね大きさがある方にはですね結構太めのラインと細いラインをミックスして入れていただくとかっこよく仕上がってくるんじゃないかなと思います。本当にこのスティックミラーのサロンのスタッフも一回教えてあげたらすごく気に入ってしまって、結構私これ動画用に買ったんですけれども、お客様にもですね結構使っていたりしてすごく重宝しています。はい、こんな感じでミラーライン入れ込むだけで本当に素敵に仕上がってきますよね。このオーロラミラーにウェーブラインを入れるだけでシンプルだけどすごくお正月っぽいデザインになってきていると思います。そしてさらに薬指にはですね、これもちょっとしめ縄飾り、ちょっと洋風っぽいのをイメージしてこんな風に入れ込んでみました。スティックなどの棒状のものを入れていただくとしめ縄っぽくなってくるかなと思います。それでは最後にですねトップジェルで、艶出しですねコーティングしていきたいと思います。このノンワイプのトップジェルで艶出しを兼ねてコーティングしていくんですが、ミラーラインなどを入れ込んだ時ですね、やっぱりミラーラインってこの凹凸感がすごく特徴で素敵だと思いますので、たっぷりですねコーティングしてしまうとせっかくの凹凸感がやっぱり半減してしまいますので、こんな風に波打つような感じでミラーライン入れていただいたら、全体的にさっと塗っていただいた後にこのミラーをなぞるような感じでですねハケを動かしていただくと凹凸感がはっきりと出てくると思います。のトップジェルやこういった艶出しに関してはですね、私基本的にたっぷりめにジェルを取って余分なものを拭い取っていくようなイメージで塗っていくんですけれども、そうすることによってですね綺麗にコーティングしていくことができますので、ぜひですねやっていただくといいかなと思います。では最後にオイルをですね塗っていきたいと思います。はい、こんな感じで完成です。いいねと思ったらいいねボタンお願いします。そしてぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。オーロラミラーを使ったウェーブフレンチ、そしてウェーブラインですね、お正月にすごく素敵なデザインだと思います。ザ和柄ではなく洋風なお花マムをイメージにですね、そのお花を主役にこんな風に素敵に仕上げてみました。正月に人気のホワイトカラーにオーロラミラーをやっていくだけでこんな風にですねちょっと素敵な洋風なデザインに仕上がっていきますので、ぜひやってみてください。ミラーラインも今回はウェーブでやっていたんですけれども、いろいろな使い方あると思います。ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。はい、ということでいかがだったでしょうか。オーロラミラーで全体的に統一感を出し、ちょっとウェーブを入れて大人な感じに仕上げてみました。ぜひやってみてください。続いて我が家のちょっとした出来事です。先日またまた久しぶりに家でクレープを作ったんです。初めはパンケーキを作りたいというふうに言っていたんですけれども、私がクレープが食べたくてクレープにしようと言ってクレープになったんですが、このクレープの生地作りお店で見ているとすごく簡単そうに見えるんですけれども、これが難しいんですよね。中娘と上娘がどっちが上手に作れるかとずっと勝負をしていたんですが、やっぱりある程度大きさがないと包むことができないので、どっちがどれだけ大きめのクレープの生地を作れるかというふうに競争していて、最終的にはトントンだったんですけれども、やっぱり生地が分厚い、見た目的にはすごく上手にできて、その後のこの生クリームを入れていちごを入れてというのもですね、いい感じに写真映えする感じで作れたんですけれども、実際食べてみると通常のクレープのそうですね3倍ぐらいの厚みがあって、なんか本当に1個分で3個を食べているような気分でした。なのでご飯を食べた後のちょっとしたデザート感覚で作ったんですけれども、デザートどころかもう本当にご飯な感じになってしまいました。
お店で食べるパンケーキとかクレープもいいんですが、やっぱりお店で食べるともう少し生クリームが入っていればいいのにとか、もう少しいちごがとかいろいろあるじゃないですか。そういった意味で家で作ると自分の好きなようにですね、量も調整できるので贅沢できますよね。ですがいつも食べ終わって感じるのが、やっぱりお店のはちゃんと量とかくどくなる部分とかそういうのを考えてのこの量なんだなというのをいつも実感させられます。やっぱり自分で作ると好きなものを好きなだけ入れてという風になってしまうので、最終的に気持ち悪くなるという、そういうのを計算してのお店のこのクレープホットケーキなのかもしれませんよね。私もよく小さい頃お姉ちゃんとシフォンケーキにハマって一緒にシフォンケーキを作っていたなと思い出します。バレンタインの時期になると私も女3人なので3人揃ってバレンタインのチョコ作りもしたななんて思い出したんですけれども、この子たちもいずれは3人でバレンタインのチョコを作ったりとかお菓子作りをするのかなと思うとちょっと嬉しくなりました。仲のいい兄弟であってほしいです。以上、我が家のちょっとした出来事でした。それでは今回も最後までお付き合いありがとうございました。